おかわいい。めちゃめちゃ動き滑らかじゃないですか。遠隔操縦という技術で時間と空間の壁を越えれるんじゃないかな。タイムマシンとどこでもドアを作るというようなイメージかもしれないです。成長していくロボット、ロボットに老いというものは存在するだろうか。トヨタイムズ、今回は東京お台場にあります日本科学未来館からお伝えしてまいります。そして今日一緒にお伝えしていただくのがこの方です。未来館館長浅川千恵子さんです。よろしくお願いします。浅川さんは小さい頃ものすごく活発な少女でいらっしゃって、はい、で小学5年生の時のプール事故がきっかけで失明をしました。でその後ものすごく勉強を頑張りになって、でプログラミングなども学んで日本 IBM に就職されました。視覚障害のある方の支援をするような研究開発を続けていらっしゃって、ホームページリーダーなどもね作られた方ですね、はい、そして3年前にこの未来館の館長に就任されました。その時に実は私ねインタビューをこの場所でね、はい、したんですよね。はい、はい、あの時と比べてもまた随分変わりましたね。そうなんです、去年の11月に4つの展示をリニューアルしました。はい、でまず1つは、地球環境を考えるためのプラネタリークライシスという展示、はい、2つ目が、誰にでも訪れる老いをみんなで一緒に考えていこうという老いパーク、はい、そして3つ目がなんか声が聞こえてますけど、その理由はこの後分かりますね。はい、はい、3つ目がロボットと暮らす未来の生活っていうのをみんなで一緒に考えていこうっていう七色クエストっていう展示、はい、そして最後4つ目がハローロボットというコーナーになります。はい、はい、まさにさっき声が聞こえていたロボットが隣にいるんですよね。はい、はい、こちらモフモフのロボット、ほら、ちゃんとご挨拶できました。すごいですね。すごいすごいすごい自己紹介できたのケパラン、はい、このケパランの中身実はトヨタが開発してるんですよね。はい、ですから今回トヨタイムズをここで未来館で行うということにつながるわけですけれども、はい、まあこうやって反応するから楽しいですね。本当ですよね。もう本当に今未来館のマスコットになってます。なってますか。はい、ではなぜ未来館とトヨタがタッグを組んだのか、そしてなぜトヨタがロボットを開発しているのか取材してきました。東京お台場にある日本科学未来館、去年常設展示が大幅リニューアルされました。超高齢化社会を迎える中、老いとどう向き合うのかをテーマに老化現象を疑似体験できる展示や、すでに起きている気候変動を体感し今の暮らしを見つめ直すための地球環境をテーマにしたもの、最新のロボット研究や人とロボットとの関係を考えるテーマなどなど、私たちの未来を身近に学ぶことができます。ロボットコーナーですね。ここ七色クエストって書いてあります。こっちに行くといろいろ展示してありそうですね。ね、犬のロボットが手前にありますし、奥にはあれですね、コミュニケーションロボット、反応してくれるんですよね。癒し系のロボットですよね。いろんなのが置いてあるんですね。人だかりの奥にはいました。ケパランです。未来館のオリジナルパートナーロボットケパラン幸せを運ぶと言われているケサランパサランが名前の由来です。さあケパランが踊り始めましたよ。かわいい。めちゃめちゃ動き滑らかじゃないですか。人間みたいな動き。すごい関節柔らか。ケパランには34個の関節があり、それぞれにつけられたモーターを同時にコントロールすることで滑らかな動きや見事なバランスを実現しています。さらに人や物を認識してコミュニケーションを取ることもできるんです。
手を振り返してくれたり、うちわでメッセージを送るとこうやってリアクションしてくれるんです。トヨタのロボット技術が詰め込まれた K パラン、お客さんの反応は？踊ってましたね、一緒に。旅の思い出にこんなにふわふわで可愛いのにキレキレで踊っててなるほどね、うん、ロボットっていうとふわふわなイメージあんまないですもんね。そうですね。そうなイメージ。滑らかに動くふわふわのロボットがいたら、はい家に欲しいですか？はい欲しいです友達として。はいなんか家族みたいな感じで大事にしたいですね。なるほどね家に来たらあー、ペットじゃなくても家族だ。はい家族です。一緒にご飯とか食べたいですね。なるほどね。実は、はいこのロボットの中身ってトヨタが作ってるんですよ。車のイメージがすごいあります。ね、なんでトヨタってこういうのも作ろうと思ったのかなってちょっと疑問に思いました。ありがとうございます。じゃあ、トヨタエムズを後日見ていただければ、はいぜひありがとうございます。ありがとうございますどうだったケパラのダンス見て？いやロボットでうん滑らかな動きができるのがうん。初めて知ってよかった。実はケパランの他にもロボットと人とのコミュニケーションの可能性を探るべくあるプロジェクトが続けられていました。遡ること1年前。ルークくん、はじめまして。あ、生ルークくんだ。すごい、こんにちは。ちゃんとこっち見てくれ。これまでは架空のキャラクターでロボットを作ってきたトヨタの未来創生センターが新たに私富川をモデルにしてロボットを作ることに。その名もトミーくんプロジェクト。このルークロボとかも、こう架空のキャラクターというかなんですけど、じゃあ実際に存在している人の、認知があって有名でみんなが会いたいっていう人のキャラクターアバターだったら、それがコミュニケーションどう変えるのかということで、みんなが富川さんに会いたいと思いますので、そんなそんなすみません。ハンデがあって、働けない人がこういうアバター技術を使って何か新しく働けるようになったりですとか、あとはコミュニケーションがちょっと苦手だけどこうロボット経由だったらいろんなコミュニケーションが取れたりだとか、こう現実世界においても選択肢を増やせるんじゃないかなと。ロボットのデザインを担当するのは爽やか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ビジョンデザイン部の桜井と申します。あと今日デザインをする八木と赤羽です。よろしくお願いします。やっぱデザイナーっぽいですよね。なんか見た目がね、服装もそうだし、この顎ひげもそうだし。ねえ、ちゃんとデザインされてますよね。もちろんです。はい、ありがとうございます。ねえ、素敵。普段車のデザインをするような形でロボットのデザインも行うことになりました。こちらが私のボードになります。まず今のトヨタイムズってちょっと大人なイメージがあるんですけれども、例えばちょっとクールであったりとか情熱的な一面があるんですけど、富川さん自身もっといろんな層にトヨタイムズ愛してもらいたいですよね。愛してもらいたいです。そうですよね。っていうところで誰もがもっと親しみを感じることができる、そういった新しいトヨタイムズを作れないかなっていうところで今回考えていきました。衣装としましては、ちょっと未来から来たっていうところで未来チックであるところと、あと、トヨタの T であったりとか、そうです。トヨタと富川をかけてるわけですね。そうです。あとお子様にいろいろ教えるっていう立場でもあるので、ティーチャーの T であったりとかいろんな意味をこちらには込めさせていただいています。ティーチャー。実はこれプラモデルなイメージしてるんですけども、ちょっとこのロボットと合わせてプラモデル的なものを売れればいいなっていうような思いで。売れなかったら全責任僕ですね、それは。じゃあちょっと責任を取ってもらわないと。いやいやいや。デザイナーの思いがたっぷりと詰まったデザイン、そのプレゼンだけでは終わりません。人にですね愛着持ってもらえるデザインにする時って、やっぱ完璧すぎるとあんまり実は見向きもされなかったりだとか、ちょっと自分のライフスタイルを想像しにくいところがあって、なので少し癖であるとか、なんか困った顔だったりとか笑ったチャーミングなそういった表情をこの
インタビューする形でなんか引き出せると楽しいなと思って。それ楽しんでるだけでしょ。そうです。せっかくなんでちょっと楽しませてもらおうかなと思ってますんで。うわすごい。私3年目なんですけど、デザインをさらに深掘りするためにインタビューまで行うそうです。いや徹底してますね。嬉しいことがあったらみんなで騒ぐ派ですか、それとも一人で噛み締める派ですか。10年前の自分あるいは10年後の自分どちらと話しますか。エゴサとかするんですか。エゴサ？エゴサです。およそ20分たっぷり質問を浴びて私すっかり丸裸にされちゃいました。質問は以上になりますけど本当ありがとうございます。なんかすごく人間臭いところがすごく今日いっぱい見れてですね、今後のちょっとデザインのですねちょっとチャームポイントとしてなんか生かしていきたいなと思いますので、すみませんいろいろ聞かせてもらってありがとうございます。今日初めてデザインの現場に来させていただきましたけれども、まず驚きました。こういう設備があるのも驚くし、こんな細かく調べてきて作ってきてくださることに驚いたんですけど、まだここから先さらに進化していくっていうことですね。はい、そうです。今日実際お話ししてみて富川さんってどっちかっていうと子供っぽい印象があったので、アバターにそれをうまく落とし込んでいきたいなとは思いました。 YouTube とかでは実際にはちょっとこう感じれない表情とかされてたんで、ちょっとそこら辺を大切にしながらちょっとフィードバックというかブラッシュアップしていきたいなって思いました。もうどんなものがまた上がってくるのか楽しみでしょうがないんですけどのみさんどうしましょうね。なかなか進まないんじゃないですかこれ。なんとかしましょう。お願いします。本当いろんな人がいろんなアイデアを持ってるものを、掛け算にして足し算じゃなくて掛け算にしていいものできたらなと思いますよね。締まりました。ありがとうございます。東京本社のロボットを開発している部署に来ました。すごい。お久しぶりです。なんかすごいですね。ロボットいっぱいあって、聞くところによるとデザインができてきたみたいな。そうなんですよ。本当ですか。それについてちょっと説明していこうかなと思うんですけど、ぜひ。心の準備はいいですか。なんか怖い。いや楽しみです。ワクワクしてます。はい。今回決まったデザインこちらになります。この左のやつが6月に提案したものになるんですけど、今回こちらの案で進めさせていただいています。で、その後富川さんのインタビューを、通して、ご本人様の力強い目力とそんなとこ見てたんですか。見てました。あともう一つちょっと覗く少年らしさというところをもっと盛り込みたいというところで、このアイディアをこちらの右のものにどんどんアップデートしていきました。そして可愛らしさを残したまま中にロボットが入る大きさを決定。実際にこの絵をスチロールに削り出したものがあるんで。立体的な形が見られるんですか。そうなんです。それをじゃあ近藤さんに。近藤さん初キャラ登場。近藤さん持ってきてもらいます。近藤さん近藤さんおーかわいい。この大きさで多分人間と同じ頭身ってすごい怖いと思うんですよ。実際削り出してみると分かると思うんですけど、なので3頭身でこの目線の高さでも可愛いっていう印象を狙ってます。目も可愛いですね。次の段階はこのサイズに入るロボットの開発です。ここからがまた大変なんですね。そうですね。これからは中身の方をちょっと調整をしっかり詰めていくところになりますので、より一層今度は僕のターンというかこちらが近藤さんが開発中のトミーフンロボットの中身です。髪の毛よりちょっと太いぐらいの。髪の毛のように細いコードに小さくても力強く動くモーターなどなど、たくさんの新技術が詰まっています。こんな細かくいろいろ入れるわけじゃないですか。そうですね。レイアウトとかもものすごく大変なんじゃないですか。これをこのサイズに収めるのにだいぶ最初苦労してまして、やっぱり、このシルエットに収めるために、いろんなものの配置をああだこうだっていう検討をしながら、最終的にこの形に収まるように作っていったっていうところですね。
早速操縦用の器具を取り付けて、では動かします。もう僕つながってるんですね。つながります。はいつながりました。おお、今の今の体勢になりましたよ。いきますよ。おお、すごい。私富川裕太です。こちらがですね、ロボットを研究する現場です。いやー、皆さん集まっていただいてありがとうございます。すごい。服部さん、どういう仕組みでこうなってるんですか？そうですね。今体につけていただいているこのいろんなセンサーあると思うんですけれども、こちらで富川さんの今の体の動き状態ですね、を、計測させていただいています。でその計測したデータをロボットの動きに直接リアルタイムで反映させることで、まさに今シンクロしているような動きを実現させています。こんなリアルにすぐ反応するもんなんですね。握手とかもできそうですし、すごくやっぱりほら見てください、この動き、ほらこんな動きできます、ロボットに。と調子に乗っていると、ね、すごい。今やりすぎたまだ開発中なので不具合はしょうがないですよね。この他にも顔や目をどうするのか、さらにロボットが苦手とする熱がこもらない服をどう作るのか、課題はたくさんあるようです。そして皆さんにご紹介したいロボットがもう一つ。これは2017年に発表した THR3 という人型ロボットになっています。これがまだまだ研究開発を続けてるってことですか？そうですね。このロボットそのものっていうよりはこの技術を研究開発続けていっていろんなロボットに展開しているという状態になっています。どうですか、このバランス。THR3 のもう一つの特徴はリアルな遠隔操作。なんとロボットが物に触れた感触を操縦者に伝えることができるといいます。そのロボットが感じることを操縦してる人が感じられる？おっしゃる通りです。嘘。そういうことによってただ単に動きだけじゃなくて作業そのものも力加減とかを微調整したりということを複雑なことをできることで自分があたかもそこに存在しているかのような使い方ができる。今日はどんなタイミングなんでしょう？はい、いよいよできました。できた。はい、トミーくんができました。あちらになります。お、かわいい。あ、皆さんお揃いでなんで立たされてるみたいになってるんですか？皆さんお久しぶりでございます。久しぶりです。かわいいですね。皆さんの努力と技術が詰まったトミーくんがついに完成しました。それでは早速動かしてみましょう。動いてます？動いてます。ヤギちゃんこうやって見られるんですね。のみさん。カメラで顔をキャプチャーして口や眉毛、黒目の動きまでリアルタイムに連動します。さらに指先のボタンを押すとこんな風に目の表情も変わる機能付き。結構リアルにやっぱり動けるんですね。本当に富川さんがそこにいるかのような感じに見えたので、例えば人見知りで少し人が苦手ですっていう時に操縦側の
方もそうですし、受け手側もロボット越しだったら本音で話ができるとか、そういう形でロボット技術がコミュニケーションにおいて新しい価値を埋めるんじゃないかと。今までそういうチャレンジって聞いたことないですよね。そうですね、ネットのバーチャルな世界だといろんなアカウントを持って、いろんなコミュニティに所属しているということはあると思うんですけど、それをバーチャルの世界だけではなくリアルの世界と融合するということを今回やってみたいと思っています。ということで浅川さん、僕ロボットになっちゃいました。トミーくんですか？トミーくんです。じゃあちょっと触ってみちゃっていいですか？どうぞ触ってください。優しくしてくださいね。これ何ですか？これ洋服？僕の左腕です。握手握手。これ握手ですか？ごめんなさい。気がつかなくてごめんね。嬉しい嬉しい。あら、握ってくれてありがとうトミーくん。別の形で人となんか対話できますね。触れ合うことができるというか。スキンシップが取りやすくなりました。確かに可愛いですね。こうやって動いてるの触ってるだけでも。ありがとうございます。こんにちは。浅川さんね、実はね、今日ね、もう一人ねゲストが来ているんです。後ろにねスタンバイしてくれているんです。じゃあ浅川さん、そろそろトミーくんから富川に戻っていいですか？はい、お願いします。じゃああっちで喋りましょう。じゃあトミーくんバイバイ。またね。また遊ぼうね。ここからはコミュニケーションロボットなど未来につながる研究をされています未来創生センターの古賀信彦センター長に加わってもらいます。古賀さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。古賀さんに最初に聞いておきたいんですけれども、トミーくんもケパランもすごく可愛くて楽しいですけど、これはごくごく真面目に研究のために作ったっていうことですよね。当たり前じゃないですか。これは大変真面目に研究している成果を今日はお見せしたということで、いかがでしたか？実際に中に入ってみて。中に入ってみたらやっぱり相手の反応が自分の時と違うので、また初めての感覚ですね。先ほど富川さんが操るトミー君と浅川館長のこの対話を旗で見てましたが、とっても面白かったですね。両方とも声のトーンがちょっと高くてそうですね、なっちゃうんですね、なんかね。どうでした浅川さん？なんかこうカジュアルになれますよね。皆さん多分ロボットの顔とかが見えるとロボットにも表情がありますよね。やっぱり人間って表情限られますもんね。だからロボットがなんかそれをこうはっきりと笑ってるとか怒ってるとか、そういうなんか表情を出してくれると楽しいんじゃないかと思いました。私は握手できてすごい良かったです。ありがとうございます。そもそも浅川さん、トヨタがロボットを開発してるっていうのはご存知だったんですか？はい、実はですね、未来館でその新しい展示を作りたいということを考えておりまして、そこでロボットチームというのができたんですね。でそのロボットチームが実は2022年の6月に、トヨタの未来創生センターを見学に行かせていただきました。でそこで本当にいろんなロボットを見せていただいたようなんですよ。もちろんその一つにこのマスコットロボットっていうのがあったんですが、それ以外にもトヨタの最先端のロボットを見せていただいたんですが、帰ってきたチームのメンバーがですね、坂川さん、自分たちはマスコットロボットをやりたいですと、未来館ではその滑らかな動きをするマスコットロボットをオリジナルで展示していきたいですというふうに言われて、そうかって、そんなに滑らかなのって聞いたんですね。滑らかなんですって。もうあれだけロボットが滑らかな動きができるのは本当に素晴らしいので、もう一人でも多くの方々に見ていただきたいという思いでみんな帰ってきまして、でそれから2022年の6月なんで、すごいですよね。たった1年と5ヶ月でこの未来館のオリジナルパートナーロボット、ケパランが完成していただいたということで、本当にトヨタの皆さんには感謝しております。ありがとうございました。そういうきっかけだったんですね。確かにケパランってロボットなのに毛がモコモコしてますし、動きがものすごく滑らかで可愛いんですよね。古賀さん、この滑らかな動きっていうのはトヨタのどんな技術が詰まってるんですか？ケパランの中、あるいはトミー君の中には、大変たくさんのモーター、それを動かすアンプ、が入ってます。で一つ一つを早く動かすということは、今の技術あるいは今までの技術でも十分にできるんですけれども、それらの動きを統合してバランスを取りながら、しかも
可愛く見せる、全てのモーターを合わせて一つの目的、滑らかにコミュニケーションするという目的を制御するというのは今までのコンピューターの技術ではできませんでした。それがやはりいろいろな計算機の革新等がありまして、これが実現できるようになったと思ってます。計算もあったんですね。その関節の数を増やして、トヨタのその車で培った技術っていうのを使ってっていうだけでもできなかったんですね。もちろん一つ一つのモーターやそれに電気を流すアンプ、それらの革新もあったのも事実です。やはりあれだけの小さな体に、実は、想像では考えられないようなたくさんの電気を流します。その電気を流すともふもふの毛なので熱が出ます。でその熱との戦いにやっぱり研究者、技術者が随分苦労したのは事実ですが、それらを乗り越えていわゆる統合制御、これが実現してこの滑らかな動きが達成できたと思います。それすごいですよね。熱ってロボット戦いですね。そうですね。熱が上がっちゃうとロボットが普通に動けなくなるので、そういう意味では本当ですね。今考えると毛皮の中で動いてる。そうなんですよ。すごい。でもそのおかげで夏休みの子どもたちがモコモコのケパランを見てものすごく可愛いとか、手振ってくれたみたいな反応を楽しんだりってしてますけれども、実際に未来館にはどんな声が届いてますか、ケパランに対して。もう本当にいろんな声が届いているんですが、お友達になった感覚になるっていうんですか、こんにちはケパランみたいな感じ、あと帰る時にはこうバイバイしてケパランバイバイってして帰るとか、だからやっぱりそういうなんていうのかな、一つのマスコットになってるんじゃないかなっていうふうに思います。しかも成長していくロボット。今浅川さんとまさに、あるいは浅川さんのメンバーの方々と話をしているところがまさにそこで、今までのロボットというのは一回作るとその作った動きをどれだけ正確に何度でも繰り返すか、これが今までのロボットでした。で我々、今回未来館と一緒に挑戦をしたいのは、ロボットに老いというものは存在するだろうか、ここに挑戦しようと思ってます。そうするときっとケパラン、来年のこの時期あるいは5年後、きっと今のケパランとは違う動き、違う知性があるとしたら、それは一体どんなものなんだろうか、そこに挑戦したいと思っています。じゃあ人間が普通に年を取るようにロボットであるケパランもじゃあ5年後には大人になってるかもしれないし、大人になってるかもしれない。大人のケパランというのはどういう知性を持ってどういうふうに来場される方とコミュニケーションするんだろう、そういうところから今一緒になって話をしています。来館者の皆さんにも、ケパランがどんなふうに成長してほしいかとかですね、そういうことを皆さんと一緒に考えていけるような、ワークショップなんかもどんどんやっていきたいなって思ってるんですよね。そもそも浅川さん、今老いっていうのが出ましたけれども、リニューアルで老いの展示だったりとか、地球環境であったり、そこにロボット展示っていうのを加えたのは何だったんですか、意味は。そうですね、実は未来館では2021年に新しいビジョンを発表したんですね。それはあなたと共に未来を作るプラットフォームに、ということなんですが、じゃあみんなと一緒に未来を作っていくためのきっかけとして、4つの領域を入り口として作ったんですよ。で1つがライフ、これは人生100年時代を迎えてこれから私たちはどう生きていくかということを考えていく。で次にソサエティ、これは人とロボットが私たちの生活の中に溶け込んできた時に、私たちは街や社会はどう変わっていくのかを考えていく、これがソサエティ。そして3つ目がアース、これはこの地球に美しい地球に暮らし続けるために私たちは何ができるのか。で最後4つ目としてはフロンティア領域ということで、これはですね、私たち人間はどこから来てこれからどこに行こうとしているのか、この4つを掲げました。でこれって最初の3つはですね、特に社会課題と直結してるんですよね。超高齢社会を迎えた日本がどういう社会になれば私たちの社会っていうのはアクティブな社会として成長できるのかっていうのを考えたいということで、最先端の科学技術などを使って老いを疑似体験してもらって、その老いた時にもなお
積極的にポジティブに生きていけるような、そんなことをみんなで考えていきたいということで、みんなと一緒に未来を作るために老いは絶対に考えるべきであるということで、やりました。それまさにモビリティカンパニーへの変革を目指しているトヨタと重なる部分がありますね。はい、今浅川さんがおっしゃってくださった未来をみんなで作る、みんなで考えて作るっていうところが我々もこのプロジェクトに対してとても共感をしていくところですし、その共感、心が動くというのがまさに我々にとって大切なモビリティだと思ってます。その未来に向けて心を動く、そして高齢化社会に必要になってくるかもしれないロボットとのコミュニケーション、ここのコミュニケーションロボットっていうのをトヨタが研究していくっていうのはどういう意味が？まずロボットを研究するというところと、なぜそれをコミュニケーションに使おうとしているかという、この2点でご説明したいと思います。ロボットというのは今はスムーズに動いているように見えますけれども、まだまだその技術が発展途上で、まだまだ改善の余地がたくさんある技術です。ですのでこれからまさに正解のない時代、みんなでこの技術を使って未来を作ろうじゃないか、こういうことにより一人でも多くの人に関心を持ってもらいたい、そのロボットを研究している、開発しているこのメンバーそのものの好奇心によって突き動かされる、そんなプロジェクトに私はかけてみたいと思ったから、それからコミュニケーションについては先ほど申し上げました通り、今回は老い、あるいは成長というものをテーマにしてますし、このコミュニケーションということを通じてより多くの人、よりこれからきっと未来を一緒に作っていくはずの若い世代、子どもたち、こういった子どもたちに関心を持ってもらって、その関心を持ってもらったこの動機で彼ら彼女らと一緒に未来を作っていきたい、我々が答えを知っているわけではないということを思いを込めて、この滑らかな最先端の動きを持つロボットを使ってコミュニケーションをやってみよう、ということに踏み切りました。でそのコミュニケーションと考えると、ケパランがするコミュニケーションとトミー君がするコミュニケーション、微妙に違う部分があって、トミー君っていうのは僭越ながら私がモデルになっているということで、じゃあその私モデルのトミー君を介してコミュニケーションを取ってみたらどのようになるのか、これも実験してきました。ではアバターロボットトミー君が皆さんと触れ合ったら、インタビューをしたらどのような感じになるのか、コミュニケーションの実験を実際に行います。トヨタがこういうアバターロボットを作ってたっていうのを知ってた方、あれみんな知らない。知ってた方、みんな知らなかった。知らなかった人、直接話してるのとはまた違って可愛さ100倍でちょっと嬉しいけど、なんだろう、このちょっと切ない感じ。いやそういうことじゃないです。子供たちが、こういうトミカーロボですかね、見ると絶対楽しいと思うんですよね。車だけじゃないんだって、こんな面白いロボット作ってるんだってワクワクすると思うので、ぜひ早く露出をしていただきたいですね、いろんなイベントで。トミー君って呼んでください。トミー君こんにちは。こんにちは。どうですか、こう喋ってて。すごいですね、動きが自然で。今日は何食べましたか？今日ね、何にも食べてないんですよ。朝からですか？朝から、昨日の夜6時から何も食べてないです。なぜなら、オートファジーダイエット中です。富川さん、今3頭身ぐらいでナイスボディなのにダイエットしないといけないんですか？ちょっと待ってください。ちょっとでもね、お腹の感じは僕そっくりです。アラフィフなんで。このお腹のあたりがそっくりなんです。きっとご本人と直接お話しするとき、多分萎縮してしまうとは思うんですよね。こういう外見だとやっぱり
すごくフランクにお話できちゃいました。普通だったら自己紹介もせずにいきなり三頭身とかってボケたりしないんで、富川さんと喋ってるような気もするような、子供と喋ってるような気もするような。かわいいかわいい。すごいすごいすごい。好きな食べ物は何ですか？好きな食べ物は辛い食べ物のカレーライスとかです。好きな食べ物一緒じゃん。トミーくんは何カレーが好きですか？僕は断然カツカレーです。カツカレー。カツカレー。すごい。お会いしたことあるんですか？ないです。可愛い感じが。可愛い感じに。イメージすごい良くなりました。二人組の方、こちらへどうぞ。どうぞ。こんにちは。こんにちは。部署はどちらの方なんですか？広報部です。まだ今年入社したばかりで、私はなんでトヨタに入ったんですか？私は車がすごい好きだったので、車関係で携わりたいなと思って。入ってみてどうですか？もうすごく楽しいです。広報部の皆さん優しくて環境にも恵まれていて、今技術関係携わらせてもらってるんですけど、車の中身の技術の部分すごく学べてるので毎日楽しいです。素晴らしい。トヨタイムズを見てるからっていうのもあると思うんですけど、こういう表情で聞いてくださってるんだなっていうのを想像しながらトミ君とお話できました。遠くに離れた親戚とかともこんな感じでお話できたら、電話とかだけじゃなくて実際会ってるみたいにお話できるなと思いました。おすげえ。そうそう、初めまして。いやさっき会ってますから皆さん。ね。さっき目の感じとかもハートになったりとかしてたじゃないですか。なんかそれがなんか人間味があって、逆になんか会ってみてなんかそのままだなと思いました。全体的に表情がすごい自然に動いてたので、なんか本当に目の前で喋られてるような印象を感じました。感覚違います？やっぱり。いやでもさっきのトミ君の方がやっぱりちょっと可愛らしくて話しやすい。緊張しちゃうところがあるかもしれないですね。そうですか。実際のお会いして喋る方が。自分に近いキャラクターっていうのはパソコン上の中で出せて、それを会話するっていうのもできてますけれども、感覚としては全然違う。だいぶ違うように感じましたね。特に手を振ってくれると思わず振り返したくなってしまうような、やっぱそこにいるっていう立体物のやっぱり存在感とかはすごかったので、めちゃめちゃ貴重な機会だから、いろんな小学校とか保育園とかに持って行ってほしいなってちょっと個人的には思ってました。なるほど。ロボットのサイズのトミー君だからこそ子供ともなんか和気あいあいと喋れそうだなっていうのをちょっと思いました。それはぜひちょっと試してみたいですね。ということで豊田市の小島こども園に協力してもらい、トミーくんで子どもたちにインタビューをすることに。一体どんな反応をするんでしょうか。こんにちは。トミーくんです。反応薄くない？みんな。スピーカーの調子も悪く、最初は警戒している様子だったんですが。泣いちゃうよそういうこと言うと。トミーくん、こんにちは。ありがとう、こんにちは。こんにちは。僕ね、トミーくんっていうの。はじめまして。はじめまして。初めてこうやってロボットと話すの。初めて。好きなご飯は何ですか？それはカレーライスです。みんなもカレー好き？他には？ある。お友達になってくれますか？嬉しい、なりたい。友達なの？
その後一緒に体を動かして打ち解けることができました。5、6、7、8。すごい体操できそうだね、みんな。だって体操できるもん。見て空気を。5、6、7、8。じゃあいくよ。じゃあせーので目開けよう。せーの。こんにちは。このおじさんです。へへ。トミーと言います。これはトミーくん。トミー。こうやってやり取りしててどんな感じだった？楽しかった。楽しかった？じゃあ人間みたい？あ、本当？自分がロボット作れるとしたらさ、誰の分身ロボットが欲しい？タカちゃん。タカちゃん？タカちゃんロボット？じゃあタカちゃんロボットがいつも一緒にこう家にいる感じだ。ゲームしたり。できる。マーチングね。トミーくんより人気あるじゃん。マイクの方が。最後は小島こども園が力を入れているマーチングバンドとも共演しちゃいました。トミーくんでこういう研究を進めるっていうのはどんな意義があるんですか？少しなんかこう人間の変身願望を叶えるというか、子どもたちと接するときに同じ目線で接することができるとか、こういうテクノロジーを使ったからこその新しい関わり方なのかなって少し可能性を感じました。やってる側も同じ目線に子どもたちがバーッと来るので正面にダーッて走ってくるんで、本当友達仲間みたいな感覚になりました。あ、そうですか。少しちょっと大きな話かもしれないですけど、ある意味時空を超えてそれこそ自分が20年前30年前に戻って子供と一緒に遊ぶみたいな感覚で、こう遠隔操縦という技術でその時間と空間の壁を越えれるんじゃないかなというのを少し感じました。壮大な研究になってきますね。そうですね。タイムマシンとどこでもドアを作るというようなイメージかもしれないです。浅川さん、はい、子どもたちのトミーくんの反応をご覧になっていかがでした？最初どうなるかと思って心配しました。なんかトミーくんがみんなこんにちはって言ってるのに、なんかみんな固まってましたよね。そうですね、固まってました最初は。大丈夫かなって、せっかくビデオ回ってるのに大丈夫かなって思ったんですが、なんかちょっとしたらもうすごかったですよね、みんな話しかけて。すごい仲良くしてくれました。あとトヨタの方もそうですけれど、なんかトミーくんと一緒にいるとみんなすごい楽しそうですよね。そう、なのでね、ちょっとね僕ね寂しくなっちゃうんですよ。リアル富川さんよりも人気がありそうでしたね。ちょっと寂しいんです。なんかそれを見てると何かそこからなんかヒントがありそうな感じがしますよね。人とのコミュニケーションをしていく上で、こういうアバターロボットみたいな役割だったり、ここからロボットとそのコミュニケーションするっていうのはどういうことかっていうのを考えられる一つのきっかけになるような気がしました。大人と子供でトミーくんに対しての反応が違うというのもね、古賀さん、面白かったですね。とても面白いですね。子供の場合は最初の反応、アバターマスコットロボットを見たこの瞬間、やっぱりみんな固まりますよね。あの反応はとても非常にユニークで、子供らしいもの、つまり未知のものに対する、まず最初に防衛反応で、でもこの可愛らしいマスコットロボットは自分に危害を与えないと分かった瞬間に一気にそのハードルを下げる、この変貌ぶりはとてももっと研究したくなるなっていう反応でした。ケパランに対しては子どもたちはその最初からね、コミュニケーション取りに来ますもんね。そうですよね。なんででしょう。やっぱりこう毛皮があって、やっぱ動物っぽいっていうのがあるんですかね。やっぱり近くでワンちゃんとか猫ちゃんとか、あとねぬいぐるみとかいつも遊んでると思うので、そういうところから
やっぱり親しみを感じるんでしょうか。トミー君とケパランで何か少しずつ私たち人間に何か違うテーマをなんかこう提供してくれてるような気がします。浅川さん、未来館にとってケパランっていうのはどんな存在なんですか？今もまさにマスコット的存在なんですけれども、将来はこのマスコットがどう成長していくかっていうのをみんなで一緒に育てていくっていうことで、未来館のスタッフにとってはなんかみんななんだろう、ケパランの育ての親でしょうか。そのケパランとなんかトミー君が2人で話したりしてるんですよね、あそこで。なんか勝手にそういうのすごく楽しいですよね。コミュニケーション取ってる。楽しいですよね。こういうのを例えば高齢者の方とかが見るとほのぼのとするかもしれないんですね。本当未来に対して希望もいろんな用途も想像が膨らんできますけれども、課題もねたくさんあると思うんですよね。それぞれこのコミュニケーションロボット並びにロボットの未来に対してどんな課題を感じていらっしゃいますか？AI にしても、ロボットにしてもその素晴らしい点と、やはり大丈夫かなっていう懸念点といつも2つが議論されているように思うんですね。ただ私は思うんですけどAI にしてもロボットにしてもやっぱり人間がそれをどう使うかによってプラスにもなるしマイナスにもなると思うんですね。逆に間違えちゃうと、よく SF 映画とかであるロボットに支配されたりとか、そうですよね、あれ見てると怖いですよね。本当に起こりそうで、人の仕事もなくなっちゃうんじゃないかみたいなね。ただ例えば障害者の例で考えると、テクノロジーがあるからこそ仕事の機会が増えているとか、例えば高齢によっていろんな手の力が弱くなるとか運動能力が弱くなるとか目が見えにくくなるとか耳が聞こえなくなるとか、そういうことが起きてくるわけなんですが、ロボットの力を使うことによってそれを補っていくことができる、そうすると高齢化社会であっても日本は最先端の科学技術を利用することによって、元気な国であり続けることができるんじゃないかなと、世界のロールモデルになれるんじゃないかなって、そのいい面はもう本当に無限大だと思うんですね。ただそれを引き出すためには私たち人間がそれをどう使うかっていうのを常に考えていかなきゃいけないっていうところが本当難しいところですよね。私は人間の力っていうのは無限だと思ってますので、ロボットが進化すればさらに人間はそこに適応してもっと自分たちの存在価値を高めようと、きっといろんな努力をすると思ってます。で一方でやっぱりロボットに課題があるとしたら、私はまだまだ知性の発達、というところでは、まだ技術的にも大きなハードルがあると思ってます。でそれは先ほど、そのケパランは成長していくという話をしましたが、どう成長させていくということはあくまでも AI なりプログラムなりで私たちが書き込まないと、ロボットそのものは成長していきません。ところが人間というのは何か掴んで高いところから飛び降りたり、そうやって自分自身できっと自分の領域をちょっとずつ拡大してそれを体で覚えていく。その体で覚えていきながらここまではやっていいんだっていう境界線を自分たちで理解し学習していく、これが人間の学習の素晴らしさで、モラベックのパラドックスと言われてますが、ロボットは例えば我々のぐらいの年代の知性、いわゆる知識量だとかは十分今の AI あるいは今後の AI を持てます。ところが例えば1歳児2歳児乳児幼児と言われる、いわゆる成長していく過程の、この知性というのはどんなに最新の AI をもってしてもまだ獲得できてないです。モビリティカンパニーでものづくりにこだわり、決してコンピューターの中だけで、我々事業をしているわけではない会社がやるべきことは、肉体物体物理的な体があるからこそ知性が増えていく、そんな世界観にロボットを近づけていきたいし、もしロボットがそういうふうになったらきっと人間の、いろいろな我々が制約だと思っていたものをきっと人間自身が外し始めるんじゃないかなと思ってます。そうなるとどんな未来になっていくんでしょう。それがまさに我々自身がみんなで考えて、こういうロボットを実際に作ってみると
富川さん自身があるいはトミー君と会話をした人たちがどういう反応をするんだろう、その反応を見てきっとまたご自身の行動が変わっていくはず、その結果として、未来ができる。だから未来というのは、行動した結果が未来なのであって、もう出来上がった未来に向かっていくものではない。ですのでどんな未来になっていくのかっていうのはきっと10年後の人が判断する、それが未来だと思います。多様性の世の中ですけど、浅川さん、ロボットも多様性。そうですね。今ロボット工学の分野で、ロボット基盤モデルっていう分野の研究が活発に行われていて、大規模データによって学習しなくても動く汎用的なロボットを作っていこうということで動いているわけなんですけれども、そうなるとロボットは自分の知識によって目の前に何かを組み立てるものがあったら組み立てていくわけです、私たちが特に何も言わなくても、最近そこに AI 大規模言語モデルもや画像解析技術ですね、そういったものも取り込まれていて、そういう技術がですね実現できれば、例えばロボットにですね、なんだろう、冷蔵庫に行ってビール取ってきてとかですね、ビールも画像解析でこれビールだなって掴んで持ってきてくれるとか、そういうところっていうのが今後ですねどんどんきっと進むと思うんですね。そうなったら私たちはロボットと一緒にどう暮らしていくのか、ロボットに何をしてもらって自分たち人間は何をするのかっていうのを考えて、今から考えていくとすごく楽しいんじゃないかなって思ってます。なのでロボットは私たちの友達、になってくれたり、一緒に何かを、一緒に仕事をする同僚でもいいと思うんですけれども、そういうパートナーに、なってくれるといいんじゃないかななんて思ったりしてます。ですね。そのうちビール取ってきてって言われても、ダメだよ酔っ払うからって言って取ってきてくれない可能性もありますしね。言われるかもしれないですね。愛のつくやっぱり機械っていうところにこだわりたいと、会長の豊田清が、よく言ってましたが、車のことを、やっぱり私も今浅川さんがおっしゃったようにロボットを単純にコマンドを入れれば動くもの、自分の思い通りに動くもの、というものに存在にしたくないと思っています。だからたまにちょっと飲み過ぎだからやめといた方がいいんじゃないの、お腹見たらっていうふうにね、いいですね。そろそろ散歩行ったらとかいいですね。そのぐらいの、関係性があるロボットと人間、それこそがおそらく、世界中のどこの人も考えない日本特有のものだと思ってます。なるほどね。となりますと、これお二人に質問しておかなきゃいけないですね。どんなロボットと一緒に未来を作っていきたいですか。難しいですね。どんなロボットと未来を作りたいか。やっぱり私は目が見えないので、私の、視力を補ってくれる。でそれはただ見るだけじゃなくて、やっぱり情報をいろいろ探索するのにも時間がどうしてもかかるんですよ。検索して読み込んで自分で音で聞いてまとめてってすごく時間がかかるんですよ。なのでやっぱり私の生産性を一緒に上げてくれるようなロボットが欲しいです。でそれはじゃあ例えばパソコンでもいいんじゃないかっていう意見があるかもしれないんですけど、いや喋るだけではダメなので、対話をした結果ロボットが動いてくれるとなおいいですね。ロボットが、私のパートナーとして一緒に仕事をしてくれるとか、そういうロボットができたらすごくいいなって思います。古賀さんはどんなロボットとどんな未来を作っていきたいと思いますか。私は、ちょっと不器用なロボット、たまにあるいはよく壊れるロボットがいいですね。弱いロボットですか。弱いロボット。それはなぜ。それは、正確に常に自分がやってほしいことだけをやる人と私は一緒に暮らしたくないです。こっちがたまに突っ込みたくなる、自分が直してやらないと動いてくれない。なるほど。たまに機嫌を損ねる、そういう方がおそらく一緒に暮らしていて楽しいと思います。よりでも人に近いんじゃないですか。それが私は本来我々が挑戦したいロボットと人間の関係性なんじゃないかな。実は人間と我々が作っていく機械知性というものが、飛鳥さんがおっしゃるとこのパートナー、パートナーというのは必ずしも指示に従わなくたっていいじゃないですか。
疲れたとか。ロボットなのに疲れたってね、いいですね。疲れたからちょっと休む。ちょっと充電してくるわ。ちょっと笑えるかもしれない。ね、たまに壊れる。我々が車をここまで愛し続けているのは、たまに壊れるんですよ。でもそれを直してくれる人たちがいて、自分でも下に潜って直して、また同じように自分の期待に応えてくれる動きをする。この繰り返しが人間にその機械ロボットとの愛着を生んでいくんじゃないかな。今言ったような愛車愛ロボットっていうのがやっぱりトヨタがこれからも研究を進めていくっていう肝になりますかね。はい、もうそこは私は絶対に外してはいけないところだと思います。常にやっぱり人を中心にする。じゃあ人というのはどういう時に心が動くかということを考えると、実は心が動かされる時、自分の指示通りに動くのではなく、たまに期待と違うことをする。それでも自分がまたそこに重ねて成長していく、そんな関係性の人と機械、人とロボットというところにはこだわり続けたいなと思ってます。より人間に近いロボットってことですね。そういうイメージですよね。ケパランもトミー君も5年後ぐらいにどうなってるのかっていうのを、トヨタイムズがまだあれば、お二人もそのままいれば、トヨタイムズはありますよ。もう一回なんかね、何年後かにこのメンバーで5人でちょっとやりたいですね。ぜひそうしたいですね。5人ですね。5人で。そうですね。どこまで今私たちがこんなロボットが欲しいって言ったロボットがどこまでできているかとか、ケパランがどう成長しているか。トミ君が本当にトミ君になっちゃうかもしれないですね。もう富川さんはいなくてもトミ君だけで、もう主従関係が逆転してる可能性ありますから僕が操られてる可能性ありますからいいかもしれないですね。はい、そういうのもね、楽しみにちょっと楽しみですね。それが未来だと思います。そういう未来、また皆さんとねお会いできたらいいですね。はい、今日は浅川さん、古賀さん、ありがとうございました。ありがとうございました。